おっと耐えている。うわエクストリーム、これは危ないか。勝つんだ。はいはい。うわなんだ今のカウンター。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ベイブレード X より BX27 ランダムブースタースフィンクスカウルセレクトです。それでは見ていきましょう。ということで来ました。バイパーテイル以来のこのセレクトランブーですね。はい。この特にレア枠とかもないこのどれ当たっても嬉しいっていうやつですね。はい。ということで来ました。使用モデル猫山ゾナモスということでね。はい。早速まず6個ね、買ったので当たるのかどうかですね。個人的にはこの色がね一番欲しいので、まあどれ当たってもいいんですけど、はい。じゃあ開けていきましょう。それでは1個目いきます。はい。おおいきなり、うわめちゃくちゃ嬉しい。いきなり来ました。それでは2つ目いきましょう。さて何色が出るのか。おお白だ。めちゃくちゃ綺麗。それでは3つ目いきましょう。はい。おおなんと白と黒とこの色がねちょうど揃いました。ということで全て当たったので1個ずつ見ていきましょう。まずはこちらスフィンクスカウル480HT ですね。はい。これはもうこの80っていう高いね、パーツで、さらに HT これもハイなので高いんですよ。なのでこの高さからで、このスフィンクスカウルがちょっとこう斜めにこうねブレードがなってるので、相手を下にねこうスマッシュするような形状になってるんじゃないかなってことで、このね高いカスタムめっちゃ合いそうですね。でちなみにこのハイテーパーはこのヘルズチェーンのこのハイテーパーと同じなんですけど、初の他のヘルズチェーン以外の収録になるんじゃないでしょうか。だからめっちゃレアです。はい。じゃあ次こちら、スフィンクスカウル560オーブということで、これは60低めでオーブも特にハイではないので、まあ割と低い位置からっていう感じになると思うんですけど、色が美しいですよね。はい。こんな感じになっております。このオーブもこちらのねバイパーテイルにしか確かね収録されてなかったので、ランブとかね他のやつでの収録は初になるんじゃないでしょうか。だから今回めちゃくちゃどれ当たっても嬉しいんだよね本当に。ではい次来ました。こちらね、はい、スフィンクスカウル 960GN ということで、これそれぞれね、ちょっと言っていきましょう。まずブレードスフィンクスカウル、円形に配置された連打球前刃により様々な方向からの攻撃を分散し弾き返す構造で、次ラチェット980、ベイを高めにセットするパーツ、連打に優れた球前刃を採用で、こちらビットギアニードル GN ですね。尖った軸先の周囲までギアが延長され、スタジアム中央で守りながらエクストリームダッシュもしやすい設計といったねカスタムになっております。いや面白いよね。まず球前刃っていうねこの不規則さでゴツゴツな感じっていうのが今までのどのディフェンスタイプとも違う形してて面白いんですよね。はい。この今まで出たディフェンスタイプこちらですけれども、ナイトシールド、ナイトランス、でライノホーンですけれども、ナイトランスはこう丸っこくて衝撃吸収で相手をいなす。でナイトランスは、この三角っぽい形していてカウンター攻撃が得意で、ちょっと高めの位置にこのブレードがある。でライノホーンが内重心かつこのね刃がこう8枚刃だったかな、でこう相手を弾きやすくなっているというね、それぞれ違った特徴があるんですけれども、まあ本当にそれのどれともまた違った戦いを見せてくれそうなベイブレードが来ましたね。はい。連打防御っていうのが面白いですね。はい。でこの980がこちらフェニックスウィングの9と同じ形状なんですけれども、こっち60なのでちょっと高くなってますよと、80なので、はいっていうね。で9が、まあ、9枚刃
で、こっちのスフィンクスカウルも9枚刃なので、そこでのシナジーも生まれているという感じで、で、さらに、ビットのね、このギアニードルね、こういう形してたんだっていう、ちょっと、思ってたより先端が丸っこい気がします。ほら。こうやってニードルと並べると、若干丸いかなっていう感じがしますよね。はい。これはちょっと使ってみないとわからないところでしょうね。はい。ということで早速重さ測っていきましょう。それでは重さ測っていきたいと思います。比較としてこちらナイトシールドも一緒に測っていきましょう。まずはブレードナイトシールド 32.30 ということで。次、スフィンクスカウルのブレードが33.05 ちょい重。ちなみにこの白も測っていきましょうか。 33.04 あ、33ちょいなのかな、スフィンクスカウルは。黒は32.70。 あ、これ多分激軽個体かな。はい、じゃあ次ラチェットいきましょう。380が 7.06 で 980 6.84。 はい。で次ニードルが 1.99 ですね。そしてこちらギアニードルが 2.00。 はい、こんな感じです。それではこの全て組み上げた状態でも測っていきましょう。まずはナイトランスからいきます。はい、41.38 です。じゃあこちらスフィンクスカウルは 41.92g ということで、はい、ちょい重ですね。はい、ということで早速バトルやっていきましょう。それではこちらのスフィンクスカウル960ギアボール、こちらでまず試し打ちしてみます。いきます。3、2、1、5、シュー。うわー早い。うわーさすがギアの名を持つビットですね。はい、ちょっともう一回いきます。3、2、1、5、シュー。はい。しっかりと中心にすごいブレている。すごいブレている。これあれか、このラチェットのつける向きによってもこれ動き変わりそうですね。次反対でやってみようかな。いきます。じゃあこっちで3、2、1、5、シュー。安定している。こっちだ。はい、正解を見つけました。この尖ってるこの9のね、ラチェットの尖ってる部分がこのちょうどこの爪のこの間に来る位置、これが多分一番安定するんじゃないかなと思います。一番最初に戦うのはドランソード 360F です。アタックタイプですね。今回スフィンクスカウルディフェンスなので、ちょっとアタックをたくさんぶつけていきたいですね。それでは行きましょう。3、2、1、5、シュー。おっと耐えている。うわエクストリーム、いきなりということで、なんと3ポイント一気にゲット。3対0。2回戦目3、2、1、5、シュー。さて、おっとやばい、体勢が今のはさすがに嫌ですね。はい、ということでスピンフィニッシュでドランソード1ポイント。3対1。3回戦目3、2、1、5、シュー。さて、おっと食らったか。やばいね。オーバーフィニッシュということで追いつかれました。3対3。それではファイナルバトル3、2、1、5、シュー。おっと耐えた。いや今の耐えたのでかい。さて中心に鎮座し弾き、はい、スピンフィニッシュということで、危ない、ギリギリ勝ちました。1ポイントで4対3でスフィンクスカウル勝利。それでは次はシャークエッジ 360LF ですね。はい、これはもう激引くアタックなんでね、はい、耐えられるんでしょうか。いきます。3、2、1、5、シュー。うわ怖っ、うわ危ない。しかし耐えるんだ今の。うわ吹っ飛ばした。はい、ということでスピンフィニッシュ1ポイント。2回戦目3、2、1、5、シュー。中心にいるのが怖いけど、
オッケー、弾くね。そしてこれもはい余裕のスピンフィニッシュ1ポイントということで2対0。3回戦目321ゴーシュ。いや怖い今の。いやしかしめちゃくちゃ余裕で、はいエクストリームからの、はいこれもまたスピンフィニッシュ1ポイント3対0。4回戦目321ゴーシュ。やっぱオーバーフィニッシュということで2ポイント3対2。5回戦目321ゴーシュ。さて危ない。しかしこれは危ない。やばい。はいということで、体勢崩してスピンフィニッシュ1ポイント4。じゃあ3対3。ファイナルバトル321ゴーシュ。さて耐えた。いやまさかの逆転勝ちですね。はいオーバー2ポイントということで4点選手なので3対4で借地勝利になります。強っ。それでは次はこちらドランダガー 460R ですね。同じ連打特性を持つベイなのでね、どうなるんでしょうか。いきます。1回戦目321ゴーシュ。さてラッシュは何回も攻撃してきますからね。これを耐えられるのか。耐えてます。うわはいということでスピンフィニッシュ1ポイント。2回戦目321ゴーシュ。危ない。はいラッシュエクストリームラッシュやばい。体勢が大丈夫かこれは。勝った。あの状況から。はいということでスピンフィニッシュ1ポイント2対0。3回戦目321ゴーシュ。さあこれがあるのよ。はいということでオーバー2ポイント2対2。4回戦目321ゴーシュ。さてラッシュ。いややっぱ強。はいということでオーバーで2ポイントということで2対4ドランダが勝利。それでは次はこちらコバルトドレイク 460F と戦っていきましょう。321ゴーシュ。耐えました。今の激オムアタックマジか。そして中心に鎮座。はいこれどうなる。逃げ切れるのか。いやここからでも飛ばしてくるからねコバルト。さて耐えました。はいスピンフィニッシュ1ポイント。2回戦目321ゴーシュ。これは強いがやばい。ちょっと体勢崩れてきましたね。これは危ないか。勝つんだ。はいスピンフィニッシュ1ポイントで2対0。3回戦目321ゴーシュ。危ない。耐える。すげえ。耐えますね。そしてはいスピンフィニッシュ1ポイント3対0。4回戦目321ゴーシュ。さて耐えてるね。耐えてます。やばい。はいオーバーだ。はいオーバーフィニッシュ2ポイント3対2。5回戦目321ゴーシュ。危ない。耐えました。今の偉いな。耐えてる。いや怖いねこれ。やばい体勢が。いやでも勝つんだよね。はいということでスピンフィニッシュ1ポイントで4対2スフィンクスカウル勝利。それではラスト最強の不死鳥ことフェニックスウィング 960GF でね戦っていきましょう。これ耐えたら神です。いきます。1回戦目321ゴーシュ。暴れている。もろに食らったが耐えてます。偉い。いや耐えてるぞこれ。めちゃくちゃ耐えてる。オッケースピンフィニッシュ1ポイント。2回戦目321ゴーシュ。危な。はいなんだ今の。
カウンター。これ今のどっちだ？個人的には最後ちょっとスフィンクスカールが回ったように見えたんで、スピンですかね。はい、ということで、スピン1ポイントで2対0。弾き強いな。3回戦目、3、2、1、5。うわ、怖っ。いや、耐えるんだよ。耐えるんだよね。オッケー。うわ、耐えてる。すごっ。ということで、スピンフィニッシュ1ポイント3対0。4回戦目、3、2、1、5、シュッ。飛んだ。うわ、危ない。体勢崩した。はい、ということでなんとスピンフィニッシュ1ポイント 4-0 ストレート勝ち。ということで今回のスフィンクスカールのレビューいかがだったでしょうか。いや、すごいなって思ったのが、この正面からのエクストリームダッシュを普通に耐えてる場面が結構あったっていう。しかもバーストもね、一回もしてないですし、それが強いなと思いました。なんかアシッドアヌビスをね、若干思い出すところありましたね。はい。で、このデメリットとしてはやっぱニードル系なので、中心に留まった時に相手のエクストリームダッシュもろにね、食らいやすいっていうところかなと思います。あとちょっと体勢崩しやすいかなっていうのもちょっと思いましたね。はい。なんですけれども、だいぶ耐えてるし、弾きも強いんで、はい、面白いベイだなと思いました。このギアニードルもね、他のやつにつけたりしても面白いなと思いました。ということで、皆さんも何かおすすめカスタムありましたらコメント欄でね、教えてください。ということで、今回の動画は以上になります。いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。